JAS0003 温州みかん中のベータクリプトキサンチンの定量高速液体クロマトグラフ法は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターファミックの申し出により制定された日本農林規格です。ベータクリプトキサンチンは果物や野菜などに含まれるカロテノイドの一種で、オレンジ色の色素です。骨粗しょう症の予防など骨の健康維持に役立つ機能性が報告されています。柑橘類の一部で含有量が多く、特に温州みかんに多く含まれています。この方法は生花の温州みかんを対象にしており、外花皮のみを除いた可食部中のベータクリプトキサンチンを定量します。全体の流れはこの図の通りです。では早速やってみましょう。まず飼料の粉砕・均質化です。みかんの外側の皮、外花皮のみを除去します。飼料を均質にするためにホモジナイザーなどを用いて元の形状が残らないように粉砕します。これを試験用飼料とします。すぐに試験しない場合は粉砕後速やかに密栓できるガラス製容器に移し、マイナス20度以下で保存します。試験用飼料をよく混ぜながら、約 2g を 10mg の桁まで遠心管に測り取ります。ベータクリプトキサンチンは酸化されやすいので、すぐにピロガロール含有エタノールを 15ml 加えます。脱水剤として硫酸ナトリウムを 10g 加えます。振り混ぜ器を用いて5分間激しく振り混ぜます。遠心分離器で相対遠心加速度 400G 程度で5分間遠心分離します。上澄み液を 50ml 用の全量フラスコに移します。小容量の全量フラスコは倒れやすいので、転倒防止シートを使用するなどして注意して取り扱います。遠心管の残差にピロガロール含有エタノールを 15ml 加えます。先ほどと同様に振り混ぜ、遠心分離を行い、上澄み液を全量フラスコに合わせます。この操作をあともう1回繰り返し、計3回抽出を行います。ピロガロール含有エタノールを全量フラスコの表線まで加えて定量し、振り混ぜます。これを抽出飼料とします。温州みかんに含まれるベータクリプトキサンチンはほとんどが脂肪酸エステルの状態で存在します。そのため、まず牽化処理によってエステル結合を切断し、ベータクリプトキサンチンを脂肪酸から分離します。全量ピペットを用いて、牽化のための抽出飼料 10ml を新しい遠心管に移します。60% の濃度の水酸化カリウム溶液を 1ml 加え、穏やかに振り混ぜます。遠心管を70度に設定した高温水槽に入れ、30分間加熱します。この時、5分おきに遠心管を振り混ぜ、十分に反応させます。遠心管を高温水槽から取り出し、室温になるまで冷却します。これを牽化飼料とします。牽化飼料に
塩化ナトリウム溶液 20ml、2プロパノール 5ml、ヘキサン酢酸エチル混合液 12ml を加え振り混ぜます。振り混ぜ器を用いて5分間激しく振り混ぜます。遠心分離器で相対遠心加速度 400G 程度で5分間遠心分離します。遠心分離後はこのように液が2層分離します。透き通って見える上層は有機溶媒の層です。ここにベータクリプトキサンチンが含まれています。上層を採取しナス型フラスコに移します。この後複数回の洗い込み操作を行うため、ここでは上層が少し残っていても問題ないので下層を取らないように注意します。回収しきれず残ったベータクリプトキサンチンを回収するために再びヘキサン酢酸エチル混合液 12ml を加えて振り混ぜ遠心分離を行います。上層を採取し先ほどのナス型フラスコに合わせます。この操作をあともう1回繰り返し計3回抽出を行います。ロータリーエバポレーターを用いてナス型フラスコの有機溶媒を減圧流去します。この時水浴の温度は40度以下とします。残った溶媒に窒素ガスを穏やかに吹きつけることにより還固します。エタノールを用いてナス型フラスコの内容物を完全に溶かします。その溶液を複数回洗い込み全量フラスコに完全に移します。例えばエタノールを3回くらいに分けて加えナス型フラスコの洗い込みを繰り返すとロスを少なくできます。この時加える液量が多すぎると全量フラスコの表線を超えてしまうため注意してください。エタノールを表線まで加えて低溶し振り混ぜます。低溶した溶液をメンブランフィルターでろ過しバイアルに入れます。これを試量抽出物とします。HPLC 測定を行う前にベータクリプトキサンチン標準原液を用いて検量専用の標準液を調整します。標準原液を使う際は毎回必ずQコードを測定し正確な濃度を決定します。あらかじめ標準原液を調整しておく場合は蓋付き瓶に入れてマイナス20度以下で保管します。解凍後残った標準原液は廃棄するため小分けして保管しましょう。マイナス20度以下で保管していた標準原液を常温に戻しよく振り混ぜます。全量ピペットおよび全量フラスコを用いて標準原液を石油エーテルで5倍に希釈し濃度測定用溶液とします。分光高度計を452ナノメートルに設定します。石油エーテルを対象液として濃度測定用溶液の Q コードを測定します。この式から標準原液のベータクリプトキサンチン濃度を求めます。例として標準原液の濃度が10マイクログラムパーミリリットルになる場合を示します。検量専用の標準液を調整します。全量ピペットを用いてベータクリプトキサンチン標準原液をナス型フラスコに測り取ります。窒素を穏やかに吹きつけ石油エーテルを揮発させます。ここにエタノールを加えナス型フラスコの内容物を完全に溶かしその溶液を全量フラスコに完全に移します。
エタノールを表線まで加えて低溶し、振り混ぜた後、メンブランフィルターでろ過します。この方法で4段階以上の濃度の検量専用標準液を調整します。先ほど算出した標準原液の濃度をもとに、次の式から各標準液の濃度を求めます。調整する標準液の一例を示します。移動層は次のように調整します。カラムは次のようなものを用います。HPLC 装置の条件は次のように設定します。また、ベータカロテン溶液を注入し、ベータカロテンの溶出が次の測定に影響しないことが確認できた場合、測定時間を短縮しても構いません。装置の条件は JAS の中で確認できます。測定開始前に全体のシステムを安定化させ、設定した条件で作動させた際、ベースラインの変動がベータクリプトキサンチンの測定に支障がないことを確認します。それでは測定を始めましょう。表は測定の一例です。まず一連の標準液を20マイクロリットルずつ注入します。続いて同じ量の試量抽出物を注入します。ここでは試量を測定した後に中間濃度の標準液を測定して測定中の感度の変動を確認しています。なお、ベータクリプトキサンチンは群衆未完中ではオールトランス体として多く存在していますが、一部シス体へ異性化することが報告されています。そのため、このように異性体由来のピークが得られますが、これらは合算してベータクリプトキサンチンのピークとします。最後に試量中のベータクリプトキサンチン含有量を算出します。試量中のベータクリプトキサンチン含有量はこの式から算出します。この式の意味をイメージで示すとこのようになります。例えば試量抽出物中のベータクリプトキサンチン濃度が1マイクログラムパーミリリットルの場合、試量中のベータクリプトキサンチン含有量は 12.5 ミリグラムパーキログラムとなります。ご紹介した通り、この JAS は単純な HPLC 条件で分析でき、多くの試験室で利用しやすい方法となっています。ぜひご活用ください。